1993年明石海峡大橋の主塔が完成した。93年11月10日、都会作業本部のメンバーをはじめ招待された関連企業、さらに一般の人たちが刻々と近づくその時を待つ。そしてゴーサインが出る。ナンバーワンエンジンスタート。スーパーピューマのローターが回り、いよいよ都会作業が始まる。ナンバー2エンジンスタート。従来吊り橋のケーブル仮設ではパイロットロープの都会に例外なく船舶を使い、海上規制の下で行われるのが常識であった。しかし明石海峡大橋ではその常識を覆し、大型ヘリコプターによるパイロットロープの渡海を行うことになった。これは往来の激しい海上輸送の動脈を長時間にわたって規制する困難さと、潮止まりの時間内では4000メートルのロープを渡しきれないことなどを考慮、数年にわたる検討と実験を繰り返し行った結果である。パイロットロープはポリアラミド系の繊維、いわゆるケプラーロープを使用するが、これは超軽量でしかも高強度であるということによる。都海は風向きにより、まず中央景観の 3P から 2P に向かって張り渡すことになる。好調で待機していた作業員が活発に動き、砂袋をつけて投下されたロープを頭頂に設置したロードセルやアンカー金具などに迅速に固定する。定着が終了すると、いよいよパイロットロープの沿線が始まる。100m 通過。両首頭間の1990メートルをパイロットロープが慎重に沿線される。500m 通過。そして2P の登頂に到達。すべての人たちの視線が一点に集中する中、パイロットロープが見事に捕捉され、
仮固定、本固定、そして二重定着と矢継ぎ早に処理される。残りのロープは沿線機に取り付けてあるロープカッターで切断。こうして側景間の都会を含めおよそ3時間という短い時間で明石海峡に1本のロープが張り渡された。まさに世紀のケーブル仮設工事の幕開けである。海峡を結んだパイロットロープにワイヤーロープが接続される。そして1A と 4A のアンカレージ間に設置したプラーとテンショナーを駆動させ、繰り出しと巻き取りを行ってロープを張り替える作業が始まる。パイロットロープに接続したワイヤーロープが海峡を行く。この1本のワイヤーロープが対岸につくと、同じ手順で次の太系ロープを張り渡す。こうしてワイヤーロープが4000メートルの海峡をまたぎ、ケーブル仮設工事の動脈として働くことになる。ポーリングシステムが完成すると、これを利用してキャットウォークロープが引き出される。ポーリングロープにキャリアを取り付け、それにキャットウォークロープを吊って張り渡す。このロープはケーブルストランドをはじめ、さまざまな機械や機材、また作業をする多くの人たちの空中作業足場となるキャットウォークを支えるため、側景間で直径64ミリ、中央景間では52ミリのロープが片側12本ずつ張り渡されることになる。特に中央景間のロープは200キロ級亜鉛メッキ鋼線からなる超高張力ワイヤーロープが使われるが、これは明石海峡大橋のために特に用意されたものである。張り渡したロープはあらかじめ頭頂とアンカレージに設置してあるキャットウォークロープ用の定着フレームに先端のソケットを差し込み、指圧板を挟んでロープを定着する。こうして東西24本のキャットウォークロープが各景観ごとに張り渡され、このロープ上にキャットウォークの床組を取り付けることになる。溶接金網の上に合線ネットを張ったキャットウォークの床組。明石海峡大橋では超長景間であるため、全ての床組を一度で滑らせるのが困難であり、そのためクロスブリッジ間ごとに分割して組み立て仮設する工法を採用している。このスリリングな空中作業によって壮大なキャットウォークが次第に仮設されている。そして94年5月、両岸から歩いて渡ることが初めてできるようになったのである。
吊り橋の命、それはケーブルである。明石海峡大橋を吊るすケーブルは新たにシリコン系低合金鋼が技術開発され、従来の160キロ鋼よりもさらに高強度な180キロ級亜鉛メッキ鋼線が使われることになった。そのワイヤー127本を一つに束ね、テープで等分にラッピングした後、リールに巻き取ってゆく。そして所定の長さに達するとミリ単位の正確さで切断する。ストランドの両端にはそれぞれソケットを装着し、亜鉛銅合金を鋳込んで固定する。こうして1リールおよそ94トンの巨大ストランドを特殊重機によって運搬し、工場内に保管した後船積みする。運搬港船から陸揚げしたストランドリールは一重に隣接するストックヤードに運び仮置きする。舞子川橋台に設置されたアンリーラーに仮設順序に合わせたストランドリールをセッティングする。明石海峡大橋では工期の大幅な短縮を図るため2連式のホーリングシステムを採用。1本のストランドを引き出してキャリアを巻き戻す間に次のストランドを引き出すという工法を取ることになった。94年6月24日、最初のストランドの渡り初めセレモニーが行われる。ストランドの引き出し開始、どうぞ。スタートのスイッチが押され、ストランドが静かに一栄から引き出される。ケーブル仮設工事に携わる全ての人たちが見守る中、ストランドが粛々と進んでいく。そして今日から海峡にかける290本、東西合わせて580本の無事達成を全員で願ったのである。翌日から本格的にストランド仮設工事が始まる。これからおよそ5ヶ月にわたって引き出されるストランドの一本一本に作業する人たちの神経が集中する。ストランドを吊ったキャリアが順調に登頂を通過する。ストランドには1本ごとに作業員が付き添って事故防止に当たるが、吊り橋のケーブル仮設工事ではこうした急勾配のキャットウォークの往復を連日繰り返す作業を含め、あらゆるセクションで人の力に負うことが多いため、知力と体力がそうした苦労を支える原動力になっている。2連式の片方のキャリアが対岸に到達すると、もう一方が引き出されている間に定着作業を行う。仮引き装置によって吊り上げたストランドを頭頂サドルとアンカレージのスプレーサドルにそれぞれ四角形に成形した後収めていく。
サグ調整はその日に仮設されたストランドに対し気温が最も安定する夜間になってから行う。ストランドはわずか1度の温度変化でおよそ50ミリのサグ変異を生ずるため、その温度測定は非常に大切である。また全体測量には超長径間の距離とそれに対応したサグを計測するため、レーザー光線の直線性を利用するシステムを用いている。こうして基準ストランドに合わせ各ストランドのサグをミリ単位で調整する。各鏡台ではアンカーフレームに収まっているソケットを指圧板で調節し、ストランドの調整が終了する。海面は穏やかでも300メートルの頭頂では常に風が舞っている。ストランドの仮設も数本を残すだけになった。この時点ではすでに分速60メートルのスピードでストランドが引き出され、作業能率も最高潮に達している。スプレーサドルから伸びるストランドもアンカーフレームに向かって見事な放射線を描き、それぞれのストランドがしっかり定着されてケーブルを支えている。こうしてストランド仮設はいよいよ大詰めを迎える。94年11月28日、最終ストランドが引き出される。お手元のスタートボタンを押してください。どうぞ。作業に従事している大勢の人たちに見守られながらゆっくりと 4A に向かって進む。分速10メートル。最初のストランドが引き出されてからわずか158日という短い日数でケーブルの仮設を終え、今日のセレモニーを迎えられたのも工事に携わっている多くの人たちの努力と熱意の賜物であろう。こうして東西それぞれ290本目のストランドが到着。全員の万歳と拍手に迎えられる。1883年、近代吊り橋の原点といわれるアメリカのブルックリン橋が完成して以来、さまざまな吊り橋の歴史を経て、今ここに世界最長の吊り橋の生命線を張り渡すことができたのである。ケーブルを円形断面に成形するスクイージングが始まる。ケーブルは 1.1 メートルの巨大な断面を有するため、従来の6連動油圧ジャッキによるスクイーズマシンに加え、ケーブル円周にエアノッカーを配置した打撃装置を設備し、作業の効率化を図っている。明けて95年1月17日、阪神地区から淡路島にかけて大地震が発生。中心地では高速道路をへし曲げ、電車を倒し、ビルを壊し、停電断水、さらに火災を起こして壊滅状態に陥り、犠牲者も5000人を超える大惨事になった。震源の直近に位置した明石海峡大橋も地盤の移動によって1メートル以上シフトしたが、全ての構造は損傷を免れ、景観庁のシフトにのみ対応することで工事の続行が決定された。
ハンガーロープを吊り支えるケーブルバンドが仮設される時を待つ。鋳造したケーブルバンドにボルトを通す穴を開け、円形に束ねたケーブルに接する内面を研磨する。ミクロの正確さを要求する工事現場に対して、工場制作する側でも全ての部材に最高の素材と最高の品質を持って応えている。いくつもの工程の中で肉眼では識別できないほどの傷も繰り返し行われるチェックで見逃さず、完全なバンドに仕上げてから現場に出荷する。そのケーブルバンドの取り付け作業が始まる。300メートルの頭頂へ吊り上げられるバンド。頭頂についたバンドをここで一つずつ台車に移し替える。ケーブルをレールとして使う台車に1セットのバンドを搭載し、取り付け位置に待機している作業車まで運搬する。ここでさらに移し替えて、いよいよケーブルに取り付ける。明石海峡大橋ではポリエチレン被覆のハンガーロープを採用するため、ピン形式のケーブルバンドにしている。この形式はバンドの下部に位置するピンプレートにハンガーソケットを結合するものであり、挟み合わせたバンドを上下で結合させた後、ボルトで仮締めしておく。こうして空中足場のキャットウォーク上で最大6トンもあるバンドが次々と手際よく確実に取り付けられていく。続いて仮締めしてあるボルトの本締め作業が始まる。軸力測定には明石海峡大橋用に開発した超音波軸力計がその威力を発揮し、作業の効率化とともに厳密な管理を可能にしている。このようにケーブルバンドはハンガーロープと連結して8万7000トンの符号桁を支えるため、このボルト軸力の管理が非常に重要である。こうしてケーブルバンド540機すべての軸力導入が終了する。ハンガーロープはそれぞれの長さが異なり、その長短差は最大200メートルに及ぶ。平行線ケーブルで構成されたロープは表面を高密度ポリエチレンで覆い、さらにその上に着色フッ素樹脂で被覆しているため、従来歩行桁を仮設した後行っていた現場塗装の必要がなくなった。頭頂に近い部分の長いハンガーロープは頭下から1本ずつ吊り上げ、これを作業車で吊ったまま運搬し、ケーブルバンドにピン結合する。こうして
明石海峡大橋のハンガーロープは全ての面に重防飾が施されており、従来のように再塗装をはじめとするメンテナンスが不要になるなど多くの利点が挙げられる。1本ずつ吊り上げて仮設する長いロープに対し、それ以外のハンガーロープはリールごと頭頂に吊り上げ、2本1組をセットとして同時に引き出す。ロープはストランドと同じようにローラー状を滑らせ所定の位置まで移動させる。そしてあらかじめ開けてあるキャットウォークの穴に先端のハンガーソケットを挿入し、慎重に吊り下ろしていく。穴の下が直接海面であるとはいえ、航行する船舶が非常に多いので、ボルト一つ落下することがないよう細心の注意が払われる。そしてケーブルバンドにピン結合して終了する。こうして東西2本のケーブルに1024組のハンガーロープが吊り下げられ、明石海峡に美しいシュプールが描かれたのである。ケーブル仮設の前期工事は終了した。そしてトラス形式による歩行桁の仮設がすでに始まっている。それはやがてハンガーロープに結合させながら次第に伸び併合する。海面上およそ300メートルの主塔、その主塔から伸びるキャットウォーク上において、ケーブルストランド5万500トン、ケーブルバンド2200トン、ハンガーロープ2100トンなど合わせておよそ5万7000トンの部材が人の力によって仮設されたのである。全長3910メートル、中央支艦長1990メートル。世界最長吊り橋の記録はこの明石海峡大橋によって1998年に塗り替えられる。夢の架け橋、その実現に完全と挑んだ7万3660本のプレハブパラレルワイヤーが今しっかりと両岸を結び、完成の日の訪れを待つ。